皆さんごきげんよう。レイオロンです。前回は船でがっぽり儲けました。今回は儲けたお金で旅客路線を建設します。早速需要調査に取り掛かりましょう。マックの目的地レイヤーを使ってどの方向へ向かう需要が多いのか調査します。ハイラル城から東には近くの町がたくさんあるので移動需要がありそうです。係小村と双子山の間もかなりの人が行き来してます。ハイラルからこの辺りまで線路を敷けば短い距離でもたくさんのお客さんを見込めそうです。次に東高線レイヤーで線ゲート駅の位置をイメージしておきます。メーベ草原を通って湿原駅はこの辺、花の中州の北に橋を架けて80メートルぐらい登ってサハスーラ平原に係子駅を作りましょう。地味にガーディアンがいるメーブル高原から下って勾配がきついので橋を架けることになると思いますが、この辺に双子山駅ですかね。ここからさらに果ての砦を越えると果ての村まで線路を伸ばせそうです。だいぶ距離があるので延伸計画に留めておきましょう。ということで全体像はこんな感じです。左からハイラル中央停車場、湿原駅、係子駅、双子山駅です。まずは中央停車場をここに。ハイラル1から線がめっちゃ邪魔ですね。中央停車場なので大きな駅舎にします。あとは電停も設置。次は湿原駅。こんな感じでいいかな。ここは平坦なので線路も楽ですね。一方の係子駅方面、こちらは思ってた以上に勾配がきつく線路敷設が難航してますが、とりあえず係子駅はここで。後で駅舎は山小屋風のものに変えました。双子山駅へはトンネルも掘りつつ建設していきます。最後に大きな立教堂。街中にこんなでかい橋がかかってるなんて世界遺産レベルですね。そしたらここが双子山駅です。延伸用に用地確保として少し線路を伸ばしておきます。こういうの見るとワクワクすっぞ。この駅は高いところにあるので入り口を変えときます。続いて駅への交通網整備。まずは湿原駅からアクセス用に立派な Bahnhofstraße。都バス停もきちんと用意しました。係子駅もロータリーを作って村から伸びている道路をそのまま伸ばして接続です。双子山駅は大きな停留所を用意。この駅からも係子村方面のトラムを用意します。そしたらクラム線路の工事をして車庫を設置、停留所の設置などをしまして、トラム、バス路線は無事開業しました。ようやく準備が整ったので列車を走らせます。客車だけ買ってハイラル1から線のお下がり機関車に引っ張ってもらいましょう。1番列車です。
路線名ですが、ハテール地方に向かうので、ハテール線とします。しばしの間、ハテール線の風景をお楽しみください。その後数年経っていろいろ改良を加えました。まずは係子村営軌道に無免機関車を導入。いわゆる飛びですね。坂道の多い係子村では従来の馬車だと力不足でしたからね。あとはハイラル1から線の複線化工事と新しい機関車の導入。市から村からハイラル城への連番間ルートを整備なんかをしました。玉突きで古い機関車をハテール線に転属させています。ハテール線も乗客が増え、1編成では足りなくなっていたのでちょうどいいですね。最後にハイラル城周辺の整備をしました。式典場を作って、お城も何もないよりかはマシのウェストミンスター寺院を建てておきます。今回はここまで。ハテール線の開業で人の流れが生まれて、城下町にもだいぶにぎわいが出てきましたね。この画面にもウェストミンスター寺院が映ってて寂しさは減ったかな。ただ経営面ではまだまだ船の利益で支えられている現状です。次回以降も鉄道網を拡充していきますので、乞うご期待ください。終わりにほのぼの映像コーナーです。